今回はフェザーリングのお話です。私はザー部分が鬱陶しいのでフェザリングって言ってるのでフェザリングって言ってきます。で、まずフェザリングは何かっていうと、スピニングでキャストの時なんかに人差し指でブレーキをかける必殺技のことです。ベイトリールで親指でブレーキをかけるサミングのスピニング版です。あれは親指でブレーキをかけるのでサミングと呼びます。スピニングでサミングだとこうなっちゃいます。意外とできたのでびっくりしましたけど。で、人差し指でブレーキなのでインデックスフィンガリングです。長いのでこれを略して、そして一旦白紙に戻してフェザーリングと呼びます。アメリカ人の感覚はたまにわけわかんないです。グッド、ベター、ベストってなんだよ。スタンバイしてたグッダー、グッデストの立場はよ。まあ向こうにしてみれば日本人の感性が意味不明でしょうけどね。スピニングの場合、多分一番よく知られているラインを人差し指で手繰り寄せてキャストする方法があるのですが、これは右手でぎっちりとロッドを握る必要がある場合に向いているキャスト法。つまり重いものを投げるとか、タックルが重いとか、ドエントをするとか、そんな時です。ざっくり言えば浜からぶん投げたりする海釣りとかに向いているキャスト法。このキャストでフェザリングをしようとすると、左手でやるか、ベールが邪魔なのでベルの位置を工夫して右手でやるかになるんですが、右手の場合でも人差し指がスプールから離れているので、どうしても若干の時間がかかるし、手元を見ないと最初のタッチから繊細なコントロールはかなり困難。バス釣りはというと、スピニングで扱うルアーは軽いものがメインですし、アキュラシー重視でショート、ミドルキャストをバンバン入れていく釣りなので、ラインや飛距離のコントロールができるフェザリングは重要。そこで出てくるキャストってのが、人差し指でスプールに触れラインを押さえる方法。やり方はベールを右側に持ってきて、左手で起こすと同時に右手人差し指でスプールに触れる。フリーになったラインが回ってきて指に引っかかり、あとはこれでいつものようにキャストするだけ。ラインを指では押さえません。引っかかるだけです。これでラインの動きは止まります。この動画では2分の1のシンカーを使ってますが、力もほとんどいりません。なんなら小指で大丈夫です。人差し指は添えるだけ。このキャストだとラインを離す時も数センチスプールから人差し指を離すだけなので、その後すぐさま繊細なフェザリングができるといった優れもの。なのでフェザリングをマスターしたい場合は、まずこのキャスト法を身につけましょう。人差し指の動きが変わるだけで、ラインを離すタイミングやスイング速度を変えたりする必要はないので、そんなに難易度は高くないです。慣れるまでになんか気持ち悪ってなるだけです。練習としては、まずは人差し指でスプールを押さえてラインを止めるのをやって感覚をつかんだら、キャストするときにラインを離すのをやって感覚をつかめば OK。 ラインを離す練習なので遠投する必要もないので、32分の1のシンカーでもつけてちょい投げでもすれば自宅でも練習可能。キャストができるようになったら、次はフェザリングですが、スプールにそっと触れるように指を戻す、そんだけです。キャストして勢いよくラインが出てるので、人差し指を押しのける感じでスプールの隙間をラインが抜けてきます。この時の摩擦でブレーキがちょっとずつかかるといった仕組みです。練習としては、シンカーをラインの先につけて落下するのをフェザリングをして感覚をつかみましょう。最初は重めのシンカーの方がやりやすいです。押さえていた人差し指の力を徐々に緩めていって、ラインが抜けていく感覚をつかみます。強弱なく一定の力でシンカーが落ちていくのがベストですが、人差し指がベベベベベベベってなってりゃ OK です。次は実際にキャストしてフェザリングですが、これはある程度ライン放出に勢いがあった方がやりやすいし、フェザリングできる時間も長いの方がいいので、ある程度の距離をキャストできる外の方がベスト。もしくはキャストもできちゃう大きな豪邸を買うのもあり。あとは実践投入です。
釣り楽しんできてくださいね。